起業家、ビジネスオーナーになってお金を稼ぐ方法。利用可能な事業体。不正確にも自分自身をビジネスオーナーや起業家だと考えていない人もいます。真実は、ほとんどすべての人が人生の何らかの側面で同じであるということです。私たち人間はみんな自然に他人に与えるものです。私たちは製品やサービスを販売することがよくあります。私たちはウェブサイト、Facebook ページ、創造的な趣味、またはスキルを物理的及びオンラインの両方で周囲の人たちに売り込みます。例えば、高校生の時、私は初めての車、1995年型フォードトーラスを$1,800で購入し、購入手数料$200はすべてチョコレートマネーで購入しました。マッシュルームチョコレートが入った財布から史上最高のチョコレート、ガートルードホークチョコレートを売り歩いているホールを歩き回っていたので、誰もが私を麻薬売人と呼びました。ガートルードホークは私の目には世界で最高のチョコレートです。そう、私の仕事は落葉性エンドルフィンを売ることで、すべてキノコの財布の中のチョコレートを気にすることでした。一人に1日10個も売れました。友達が楽しみのために私にいくつか売ったり買ったりしてくれました。生徒たちは私の授業スケジュールを覚えていて、授業前にチョコレートをもらいに私を訪ねてきました。昼食時の私の席は誰もが知っていました。スポーツでも買う人はいるだろう。私は$750のチョコレートを大量に購入し、単価がわずか$1で全てを2倍の金額で売りました。ある日、全てが最高潮に達したのは4年生の時でした。私は三角法の授業で熱心に座っていました。メモを取っていたところ、先生から電話がありました。彼女が電話に出るために歩いていくのを私は見ていました。すると彼女は、アリッサ、それが原則です。彼はあなたをオフィスに入れたいと思っています、と答えました。恐ろしくなった私は、自分のものをつかみ、自分の運命に向かって歩きました。オフィスに入ると、私は恐怖の中で立って待っていました。当時の私たちの非常に恐ろしい原則は、チョコレートを売っていると聞きました。5つ買ってもいいですか？と答えました。簡単にわかるが、この授業は高校4年間最後まで続いた。利益はおそらく$4,000をはるかに超えていましたが、私はただ楽しむためにそれをやっただけです。私は間違いなくチョコレートが大好きです。おそらくほぼ毎日製品を食べていました。3つのスポーツのアスリートとして、チョコレートの冒険とは関係なく、私の全体的なフィットネスレベルは素晴らしかったです。私たちはみんなビジネスを持っています。ビジネスオーナーまたは起業家は、利益を上げることを目的としてベンチャービジネスを開始、所有、運営する人です。私の人生の物語からわかるように、これは何でもあり得ます。ライター、写真家、画家、ビデオグラファー、マーケティングスペシャリスト、セールスマン、オンラインゲーマーなどになることができます。利益を上げる必要はありません。ビジネスオーナーとみなされるためには、その意図さえあればいいのです。ある程度の創造性があれば、ほとんどの人は日常生活の中ですでに言っている、
または行うことができるビジネスについて考えることができると思います。スティーブ・ウェルチの本には、私たちはみんな生まれながらの起業家であると書かれています。ビジネスの場合、製品やサービスの管理、事業計画の策定、資金の確保、そのビジネスの運営の監督を行うことができます。起業家は成功を目指して新しい事業に時間、資金、リソースを投資する革新的なリスクテイカーとみなされます。彼らは多くの場合、革新的なものを作成したり、問題を解決したり、市場のニーズを満たすために活動します。経営者や起業家のスキル。ビジネスオーナーや起業家は優れた批判的思考の持ち主であり、予算や財務管理において信頼でき、順応性があり、ユニークな機会を特定し、計算されたリスクを追い、必要に応じてビジネスモデルを転換し、さらにマーケティング、販売、リーダーシップの利点を理解しています。成功するには、勤勉、献身、忍耐の人生を送ることを期待してください。事業税。私たちがこのような誤解を抱いているのは、IRS によって施行される米国税法を理解していないためです。実は、私たち一般人は個人事業主と考えられています。興味深いことに、個人事業主であってもビジネスオーナーや起業家になることができます。これは税法上、個人事業主としての事業活動にかかる経費を損金算入することが認められているためです。それでも、私はあなたのビジネスのために正式な組織を設立することをお勧めします。様々なビジネス構造には次のものがあります。個人事業主。これは以下に示す正式な組織を形成せずに、個人によってビジネスが所有及び運営される最も単純かつ一般的なタイプのビジネス構造です。有限責任会社 LLC。LLC はメンバーとして知られる所有者が LLC の下で事業活動を行うことを提供するビジネス構造の一種です。資産、製品、サービスは LLC 内で維持されます。必ず各法人の銀行口座を取得してください。S コーポレーション。S コーポレーションは、サービスやその他の活動に基づいてパートナーシップや個人事業主と同様に課税される法人の一種です。必ず各法人の銀行口座を取得してください。C コーポレーション。C コーポレーションは、所有者とは別個の事業体として課税され、事業が利益に対して税金を支払うタイプの法人です。経営者と取締役は法人とは別に個人の税金を支払います。必ず各法人の銀行口座を取得してください。非営利。非営利団体は利益を上げることよりも社会的または慈善的な使命に重点を置いたビジネスです。非営利団体は収入に対する税金の支払いが免除されますが、代わりに規制と報告要件に従う必要があります。協会は潜在的な非営利団体の一例です。必ず各法人の銀行口座を取得してください。今は何ですか？上記の各事業構造には、それぞれ長所と短所があります。私があなただったら、個人事業主として経験するリスクを軽減するために、あなたのビジネスのための法人を設立します。
税金も法人の下でより適切に管理されることになります。法人との正式な取引により、税制上の優遇措置が受けられます。専門家に相談する。私は財務アドバイザーではないため、オンラインで見られるすべての情報を必ず精査し、行動を起こす前に財務アドバイザーに相談してください。これらの専門家は、お客様に合わせてアクションをカスタマイズし、お客様固有の状況に基づいて計画を立てるお手伝いをします。創造性を保ち、革新的であり、そして楽しみましょう。ビジネスを立ち上げることに興味があるかどうかについて、以下にコメントしてください。事業を行うと税制上の優遇措置があることをご存知ですか？画像をクリックして購読し、あなただけのために作られたビデオをもっと見てください。早速皆さんにお話しましょう。